皆さん、コンハギ。一流のハギ職人を、目指すプレインズウォーカー、優勢マックスです。この度は、おかげさまでチャンネル登録者100人を、突破しました。本当にありがとうございます。そして、これからもどうぞよろしくお願いします。今回使うデッキはフォーゴトンレルム探訪の、リリースに合わせて前回の、リストを調整したものです。まず、サイドボードの鏡や減衰球と、相性が良くないので2枚にしていた血網神の、エルフですが、思いのほかコントロールやミッドレンジに、強く、クローティスの新人を稼ぐのに、最適なので1枚増やしました。レスピなど貼られて役割のなくなったクローティスが、クリーチャー化すれば強力なアタッカーになります。ハゾレとは血網と役割が、少し被るので今回は1枚のみ。そして今回、フォーゴトンレルムからアダルトゴールドドラゴンが、参戦。なんとこのドラゴン、MTG 史上初の、飛行速攻ワンコン持ちクリーチャーです。ゼタルパやサムトとの相性は、もちろん、二段攻撃クリーチャーの、中で最も墓地にいる確率が、高い劇場と相性抜群なのが、ポイント。マンティコアは警戒がある分、守りに適していますがハンコンが、腐る相手にはとことん弱く、ドラグスカルの肉先は単体では強いものの、キーワード能力の数ではマンティコアにさえ劣ります。それに比べ速攻が不要なマッチは、ありませんので、ゴールドドラゴンはどの相手にも、メインから活躍してくれます。必要ならば劇場の早期コストにできたり、マンティコアよりキャストしやすいマナコストも、魅力の一つです。しかし、エンチャントを失うので多少紅葉の安定性は下がってしまいます。果たしてこの違いが吉と出るか、凶と出るか。乞うご期待ください。今回リーグで対戦したのは、モダホラ2環境で生まれた新勢力であり、モダンの現トップメタの一つ、カスケードクラッシュ。他の属性系アーキタイプに、比べると派手さはないですが、属性で差異を並べ相手を圧倒する戦略はシンプルかつ強力。モダホラ2から工作員が加わりその安定性は折り噛みつき、デッキ高速によって差以外のコスト3以下のスペルは入ってませんが、序盤もあらゆる手段で相手を妨害してきます。2ターン目に氷で相手の土地をタップしてドローする動きは実質タイムウォークと言っても過言ではありません。そしてこのアーキタイプには魂ハギの天敵である緻密が高確率で採用されています。魂の洞窟でも防ぐことのできない実質ゼロマナカウンターにメインから対抗する手段はなく、その理由もあり今まで苦戦を強いられてきた相手です。サイドボーディングはハンデス、鏡、減衰球で対抗します。ハンデスで相手の属性スペルや緻密をケアしつつ、鏡と減衰球で足止めをします。特に鏡は相手の踏み倒しプランを全て阻止することができるので、属性環境では頼もしい味方です。サイドアウトするのは、鏡や減衰球と相性の悪い血網、役割の少ないクローティスと劇場、そして墓地対策に弱い横断といったところです。さて、フォーゴトンレルムから新たな相棒を得た魂ハギは流行りのカスケードクラッシュに太刀打ちすることができるのか。それでは対戦をどうぞ。対戦よろしくお願いします。こちらが先手です。少し遅めのハンドですが、3ターン血網からの続賞で、忌まわしい回収系カロッテスのトロールに期待してキープします。お相手も7枚のハンドをキープ。このターンは土地をセットしてエンドにします。お相手も土地をセットしてターンエンド。忌まわしい回収を引きました。このターンは当初の予定通り4人像を唱えてエンドにします。お相手は土地をセットしてターンエンド。また忌まわしい回収を引きました。引き運は良好ですね。このターンは血網を唱えます。お相手は属性解決前に、フェッチを切り緑白ショックランドを、ショックイン。ここでお相手は4色デッキだと、判明します。属性で当てたのはウルブエンワルド横断でした。紅葉未達成なので基本地形を、サーチします。コンバット前にお相手は踏みつけで、血網を落とします。この時点でお相手がカスケードクラッシュの、可能性が濃厚になりました。お相手は土地をセットしてターンエンド。
暴力的な突発を構えているのでしょうか。こちらのターン、魂剥ぎを引きました。まずは忌まわしい回収を、唱えます。めくれたクリーチャーはクローテスと、ロットロ。ロットロを手札に加えます。もう一度回収を唱えてから横断で、足りないパーツをサーチするつもりでしたが、神秘の論争にカウンターされてしまいます。このターンは横断で女人像を、サーチしてエンドにします。お相手は白をタッチしているので、サンテフェを入れている可能性があるので呪言を、選びました。お相手は血網を唱え、俗称でめくれたのは衝撃の、足音。血網の攻撃でこちらのライフは残り13点。お相手はタップアウトしたとはいえ緻密を、握られていたらやばい状況です。こちらのターン、ゴールドドラゴンを引きました。まずは横断でゼタルパをサーチします。そしてからロットロを唱え、ゼタルパ、ドラゴン、女人像を捨てロットロー、パワーアップ。現状は緻密を用心して、プレイする余裕はないので、捨てたクリーチャーたちをすべて、探査して魂剥ぎを唱えます。無事解決しました。魂剥ぎの攻撃でお相手の、ライフは残り7点。こちらは21点まで、回復します。お相手はマグマの陥没口で、ロットロを落とし、断片なき工作員の俗称から衝撃の、足音を唱えてから投了。1ゲーム目は無事勝利を、収めました。2ゲーム目は後手です。サイドボーディングはこちら。土地0枚はキープできないので、マリガンします。このハンドをキープします。お相手は7枚のハンドを、キープ。お相手は土地をセットしてターンエンド。こちらも土地をセットしてエンドにします。お相手もまた土地をセットして、ターンエンド。こちらのアップキープにお相手は氷で、土地をタップします。油断してお相手のエンドに、フェッチを切ったのがアダとなりました。お相手の策略にはまり2マナが、出せないので、このターンは土地をセットして、エンドにします。お相手は断片なき工作員の、俗称から衝撃の足音を、唱え、3ターン目に合計パワー10の、クリーチャーたちが並びます。魂剥ぎを引きました。このターンは群れの結集を、唱えます。めくれたクリーチャーはゴールドドラゴン、魂剥ぎ、女人像。魂剥ぎを手札に加えます。こちらの場はガラ空きなのでダメージを、10点食らうことになりますが、次のターンには魂剥ぎが、唱えられます。しかし、問題はお相手が緻密を、握っているかどうか。番号で確認はできますが、ハンデスすることはできないので、まだ安心はできません。お相手は手札から衝撃の、足音を待機。サイト工作員の攻撃でこちらの、ライフは残り8点。まずはモードをすべて選択して番号を、唱えます。気になるお相手の手札は、暴力的な突発、工作員、神ジェイス。緻密がいないのは好都合です。暴力的な突発をハンデスし、工作員を落とし、そして2点ライフドレインします。そして墓地のゼタルパ、ゴールドドラゴン、女人像を探査して魂剥ぎを、唱えます。魂剥ぎの攻撃でお相手の、ライフは残り5点。こちらは18点まで回復しました。お相手はエンドステップに暴力的な突発を、唱え、俗称から衝撃の足音を、唱えます。お相手は再軍団でフルパン。一体を魂剥ぎでブロックします。そしてダメージを、お相手は投了を選びます。対戦ありがとうございました。魂剥ぎ対カスケードクラッシュの対戦はいかがでしたでしょうか。1ゲーム目はダメージレースで差をつけて勝利。2ゲーム目はハンコンがなければギリギリの試合でした。両ゲームとも緻密と遭遇しなかったのは幸運でした。
今回の MVP を選ぶとしたらゴールドドラゴンだったと思います。もし採用していたハンコン枠が、ドラゴンではなくマンティコアだった場合、2ゲーム目の土壇場でライフ差を逆転させることはできず、魂ハギは攻撃できないまま再軍団のフルパンでライフは残り2点になり、直後に火や踏みつけなどでとどめを刺されていた可能性もありました。ゴールドドラゴンの活躍で、3ゲーム目に突入することなく、決着をつけることができました。他のゲームではドラゴンを素出しすることもしばしばあったり、ポテンシャルの高さを感じました。サイドボードに対策カードを詰め込むのにも限度があるので、ドラゴンみたくデッキとのシナジーもあり、どんな相手にもメインから活躍できるカードを増やしていきたいですね。リーグの結果も3勝2敗とまずまずの戦績でした。これからも魂ハギと共に、高みを目指して頑張ります。よかったらチャンネル登録してくれると、嬉しいです。それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました。